なんであれみんな隠すんですかね。なんか危険な感じがするのかな。昔はね、昔は住所録とかあったじゃないですか。電話帳とか。それこそ私子供の頃プロ野球好きだったんですけど、野球名鑑ってあって選手の住所が載ってたんですよね。だからその選手のお家に行けるのね、っていうぐらい個人情報緩かったのに、なんかネット社会になってからですかね。そうですよね、多分ね。多分カードとかの情報とかもあるからかなとは思うんですけど、結局はそれって所有で、誰のお金、誰の財産でそれを奪われてはいけないみたいなものが結局そこが元かなと思うんですけど、我々はそういうものはないんですよね。お金はないですし、でその権利もないので、結局その個人情報として上がっているのはどんな経歴を持っていて、どんな経験をしてきて、どんな失敗をたくさんしてきて、その失敗に対してどれだけ冷静に速やかにリカバリーできたかっていうことが全部その人にとってのなんていうの、ものすごくこうキャリアというかね、その人の実力みたいになるので、もうとにかく失敗できることは何でもする。失敗を取りに行く。そう。まさにそれです。失敗を取りに行く。だからより難しいことにみんなチャレンジしようとするし、で失敗のレベルが高ければ高いほどやりがいがあるわけなんですよ。でどうしようってなった時にもう迅速になんか再度こうデータを計算し直して再度やり直してその構築していくその過程で全く新しい何かロジックを見つけたりしたらものすごくその人にとってはこう名誉な功績みたいになるからでそういうこと全部データで書いてあるわけですよね。だから何を持っているとかっていうのはだってカスタマイズされてるものを持ってたって別にどうしようもないのにそんなものはいや一応調べりゃ出てきますよ何を持ってるかっていうのはね。あと特殊な道具とか書いてあります。この人にしか使えないほぼほぼこのグループの人しか使えない特殊な道具っていうのはこいつこれ使えるんだみたいな。じゃあこの作業をやるのにこの人たちこのグループすごく重要だよねってここと組もうみたいな。だからその個人情報は漏洩させるためにあるんですね。むしろそれを生かすためにある、ね、そうなんですよ。一般開示する。で例えば個人的なこともいっぱい入ってますよ。どういういきさつで作られた要するにお母さんの中からたまたま生まれてくるみたいなことはないのでどういういきさつで生まれ出されたと言ったらいいのかな、ハイブリッドされて何の因子を持って生まれてきた存在なのかとかってことも全部書いてあるしで恋愛っていう感覚はあんまりないんですね残念なことに。残念なことに恋に落ちるみたいなのはあんまりないんですよね。それはやっぱり人間的なというか地球人っぽいそうですやっぱり感情が濃いじゃないですか。宇宙人は感情があまりないってことはない。あるんですけど、もっと洗練された感じ。地球人って複雑じゃない？怒ってるんだけどその怒りの原因は根本的には寂しさだったとかねなんかそういうちょっとなんか難しい感じ怒るに怒れないとかなんかあるじゃないですか、でそういうのはあんまないんですよ。シンプルなんですすごく、でだからあんまり恋に落ちるっていうよりバチンってくることはあるんです。それはなんか当たりカード引いちゃったみたいな感じでももうその途端に計算式がもう出るんですよ。何万分の1の確率でじゃないけれどこいつの持ってる因子と自分の因子はもう本当にもうめちゃくちゃ綺麗にヒットするみたいなそういう感覚なんですね。で何千年間探しあぐねていた相手みたいな感覚でっていうのはあるけどなんかもっと違うなんかさ宝くじ当たったみたいな近いかもロマンがないというかなんていうかね。それでも宇宙ではロマンチックなんですよ。だって何千年間も探していた相手だからロマンチックではあるけれどなんかもう恋は盲目みたいな感じでもないんです。
でもそれは自分のデータの中に多分ここで出会えるだろうという予測はしてるけど、持っていて、でも可能性はいくつもあるので、完全なる予測っていうのはね、なかなか難しいのでっていう、なんかそういうね、恋に落ちるに近いけどやっぱりちょっと違うかなって思うんです。それほど感情的ではない。で結局そういう自分のパートナーと出会うともうその人としかできない作業っていうのに取り掛かるんですよ。だからそういうなんかラブロマンス、地球で言ったところのラブロマンス的なこともデータには全部上がってますよ。でも一回そうなると、ここでこのコンビネーションでしかできない何かプロジェクトじゃないけれども何かが立ち上がって、それが完全に成就するまでは別れることはないですし、その間あっちもこっちもって手つけることもないです。